きたったカプタ。カプタ。なんだ、思い出せる。私の体験を吸ってもらった。匂いは記憶そのもの。夢のように移ろいやすく。难怪法牌也会去嗅雷哥的味道。哦天哪，他已经要接受审判了。贝拉夫。リコ、レゴはまだとどまっている。だが。但是真的很美啊。行くがよ。私はすでに君を手放している。君はどこへでも行ける。いいのか。いや、気が変わらねえうちにおいとまするぜ。世話になったな。他放下米蒂了。そこだ。そこが境界線だ。そこを越えると。这果然就是一个お前、何言って。又看得到立场了。哦。宝贝。このミティはさ、まだボンやオイラが散々傷つける前のミティなんだ。可愛い壺に入ってて、綺麗になって、オイラ嬉しくてよ、勘違いしちまったんだ。ずっとここで一緒にいられるって。这也是米蒂的愿望。オイラのところに魂が帰るように。これ以上ミティに嫌われるようなことはしたくねえ。今度はオイラの手で送ってやれるんだ。じゃあな、ベラフ。ミティを好きでいてくれてありがとな。ミティ、オイラ、新しい料理覚えたんだ。イカれた見た目なんだけどさ、信じられないほどうめえんだ。ミティ、旅の仲間ができたんだ。二人ともミティのこと知っててさ、それでもっと話していたかったな。なあミティ、また今の姿のミティ見つけたらさ、きっとまた迷っちまう。无论多少次。叱ってくれよ。今度はさ、一緒に行こうな。うまいもん食べような。
おいら必ず見つけに行くから。他们一定会重逢的。お前たち。そのものね、メキを作った言えない。这是什么帽子啊？汚れ、汚れ、喜び、痛み、私は捨ててしまった。君は拾い、宿してあげる。拾うものすべてが君の価値だ。我真的好喜欢贝拉夫的声音，而且真的。すまない。無事でよかった。お前、このロボットさん、巻き込まれないように守ってくれてたの。ありがとう。レグ、もはやパプタも村も止まらぬ。永遠の安寧も破られた。お前は去らぬことを選んだ。覚悟を示される。レグ、早くなんとかしないと。みんなの大事なものも大事な人も。果てぬ好奇心と尊い呪いを持つかの光は見る者すら焼き尽くす。今や烈日となった。哇，法布塔！哇，这眼睛真的已经像波德尔多那种了。哇！根本打不过他的这些人。啊！还有他的姐妹们、兄弟们在帮他。生産が住人同士を食い合って建物まで広がってる。金も。もってあと30分ってとこだね。難しいな。難しいって何が？言えないよ。僕は嘘が下手だから。レグ、私あの人たちに助けてもらって、このままじゃみんなの大事なものもみんなも。よくこらえてくれた。飛び出さないでいてくれた。なんとかファプタを止めてみせる。さて、ここからにかかってるぞ。王子様。ファプタ、すまない。仲間が、ナナチが囚われている。
これ以上村を壊さないでくれ。助けに行けばいいソス。ファプタは止め。友を言い訳に使うな。ファプタを傷つけまいと、また嘘をつくソスか。ちゃんと言うソス。何がしたい？勝手ですまない。ファプタ、君を止める。ナナチを救い出す。レグは優しいソスな。やるなら不意をつけばよ。而其实也是雷哥把他放进来的。わかった。ならばレグが何をすべきなのか。叩いてでも思い出させてやるさせ。哇！啊，他跟这些干涉器还是很有感情的。あのノッポにカブールの匂い覚えられた。どうする？退けても次が来る。あいつ手に負えない。アラサバ・コデンドア？以前的雷哥，ドメア。小猫炸毛。他以前的这个头盔也是戴着，哦，就是头盔的东西给了法普塔。初めて会った時に思ったそうす。その頭の飾り、それがガブールに似てたから。ガブの仲間助けに来た。所以他说他又撒谎了。すまない。何が何だか。言葉通じなくてもガブ動くまで守ってくれた。優しかったレグはファプタのことを何もかもなぜ忘れた。天呐，都是他的能量。キリがないのか。我天呐，法塔真的是意志很坚决的啊！哦，别这样。ファプタというのか君はと言っている。カブ、わかるのかこいつの言葉。コム？イガラガドゥ？言語が時折通るものと似ている。あの石のものを持つ笛やつ。子吗？どうだこな。こいつはあいつらと違って恐ろしくない。よい。お前は何なのだ？ワグラメア。レグ。ファプタ。レグというのか。太可爱了，两个小宝宝。哦，不灭的公主。合わせてファプタだ。君は言葉を覚えるのが恐ろしく。豆豆眼可愛你。ガブにも褒められただ。ちょっとなぜ噛む？入るな！姫なのだろ？もう少ししとやかにしてくれ。母上の言葉で話の区切りにソスをつければしとやかとなる。ファプタソス。これでいい哦，太良いソス。
取り繕师傅是指莱萨吗？っていたし。パプタ、これは这真的很雷格啊！以前的雷格也确实是这样的。つけておいてくれたら嬉しい。他一直待到了现在呢。法布塔一直都记得。思い出す前にこのままでは意識が飛びかね。天井が、もう時間が、反動が未知数。やるしかない。リコ。哦，白迪化吗？我去！哦，法布达。悪いがこのまま外に連れて行く。この人のか。よくもあの優しい石のもの。ワプターに温柔的。抜けたな。トリシカを知っているのか。石のものをガブに届けさせたのはワプターとせ。なぜそんなことを。石のものは窮屈なのを言い出せずにいたそす。君が僕らが寝てる間になぜ黙って持っていった。石のもの。哇，这音乐，审判的雨。哦，法布达。何も残っちゃいないのに。这么看还是很瓦斯强的。他也真的是做的很绝了。あれがパプタの母そす。なんと巨大な。焼けた雨も平気なのか。あの印、ガブールンのと同じものか。ハクソス。あれをファプタがつけたそす。何？ハク？ハク。一番大事なものにつけるそす。一番なのに二つあるのか。ファプタは3つの卵から生まれたから3つまで良いそす。よくわからない。所以还有一个是雷格吗？そういうものそす。一番大切なのに君は母上を殺さねばならないのか。母は生かされ続けてる間蝕まれ続けるそす。中の奴らを根絶やしすれば母はようやく应该还有个是维克。赤子が母の体の中に戻れるのと同じくパプタも母の中に入れんそす。何を試してもパプタでは幕を越えられんそす。レグ、ファプタはあの村に営みがあり、文化が育まれていることも知られる。なんだと。中に入れぬファプタに代わり、我はたびたび立ち入っている。その上で、営みも文化も知った上で、ファプタはやらねばならぬ理由。なぜだ。そうつく。他就是带着这种不公降生的。
莱萨，止脱。明明答应他了呀，在法普塔心里多难过呀。啊！最开始的时候，他也在那弄石头。哦不！あれは泳いでいけるか？他已经带着是那个锤了，莱萨的锤。パプタは姫なので、レグ戻ってきたらずっと一緒にいて、それで哦，子供も。啊，雷哥。冒険をしよう。我真服了。放这种歌也是很犯规的。办不到。哦，还想起来了。好奇心にあふれた優しい顔ばかりなんだ。肝心なことは何一つ思い出せないのに、勝手な言い分だとは分かっている。燃え尽きるまで自らを焼き続ける君をどうしたら他要吞食他吗？我真的服了，就是法普塔他一直深记于心的这个誓言，伴随着这个时间的更迭，他堆砌了那么多雷格的这个石像，结果雷格一上去其实就已经忘了。不仅忘记了，还现在完全站在了他的这个对立面嘛，我真的太心疼法普塔了。而且曾经的雷格也是像现在这般如此的温柔，明明也是那样深知法普塔的这个使命，在法普塔在这个绝境行这里非常孤单的生活中，算是一丝非常强大的慰藉。但是在此时一切都破灭了，而且雷格应该到最后也还是没有完全想起来，只能是一些残存的比较碎片化的一些记忆。我觉得这些都无一不让法普塔真的最后下定了他的决心吧。随着2滴眼泪的这种转场，然后呢，曾经昔日那样亲密的关系和如今这样子站在完全已经是敌人这种姿态再次面对昔日的这个故友，真的是太残忍了。尤其是还考虑到法普塔他明明他本身就是抱着这种不公的这种愿望诞生的。最后伴随着那首歌曲，然后呢铁雨的这个下降，整个场景真的都非常的震撼，还带着一丝非常悲壮的美感吧。然后加上瓦兹强他也真的是尽职尽责的好队长吧，就是还是在拼尽一切在保护这个村子吧。然后呢这样化身为无数的这种藤蔓枝干，然后想去保护住这个村。法普塔到后面也真的是成为一个真正的破坏之神了吧，他全身上下都充斥这种仇恨和苦楚，总感觉他的上限还不止于此。而就是因为这一集看到法普塔的一些回忆，多少能差不多摸清雷格他到底是怎么上去，或者说他背负了什么任务。他本身就是带着莱萨这个锤子往上走
的。那应该他最开始当初的坟墓应该也就是他建的，然后把那个锤子留在了那里，让奥森最后找到了吧。他师傅应该就是 Liza， 然后他是托 Liza 这个师傅之名，然后呢可能上去找利克。我最开始还以为他是因为那个充满电爆了，然后失忆了。那这么看的话，也有可能是他这个火葬炮用的太多了，因为他这样一路上去，应该中途还遇到蛮多就是需要使用到火葬炮的地方，可能已经差不多用尽了耗尽电量之前的一发火葬炮，然后他可能就已经完全失去任何能量，然后就失忆了。法普拉也是已经见证过好多个白狄了，这些白狄可能大多都已经来过这个决定星了，但是以这些白狄的习性，估计给不了法普拉什么好处。法普拉也真的是太可爱了，我觉得他多少应该也因为之前跟雷格的相处，习性上稍微变得温和温柔了一些吧。就像最开始的时候看到利克他们那个笛子，也是类似于是帮助他们，就是把它变成了一个完整的形态，结果这个时候却被恩将仇报，用来就是对付他了，感觉就是一切的一切都在背叛着法普塔。雷格他自己的任务和使命应该是跟法普塔是没有这样子可以并行的地方的，我觉得可能也不存在真的能够可能远走高飞后面，但即使是这样，还是带给了法普塔很多的这种希望，温暖着这样子孤独的他。我也很喜欢前面这一段米蒂和娜娜奇的分别，但虽然也不能说娜娜奇再一次失去了米蒂嘛，因为毕竟米蒂他的灵魂还是回到了娜娜奇的身边，而且娜娜奇他也是真的放下了，然后真的能选择自己去消灭掉米蒂，走出来了。我觉得在深海村应该有无数的这些探险者们都选择了，就是因为找到自己价值等等，就是留在了这里，类似于是他们的一个归处。但是娜娜奇他能在这个时候放下自己的价值，真的是特别了不起了。即使到了未来可能还会再一次遇到像是这样子的情况，我觉得娜娜奇她永远都在面对着这不断的在告别吧，这样的告别仿佛是他一直以来的一个课题。看到娜娜奇说如果下一次再见到你他还会毫不犹豫做出这个选择的时候，我真的是无端联想到就是艾伦对三笠说的，就是这个围巾我不论多少次都会给你围上的。真的是有戳中我的痛点吗？娜娜奇，我真的是太心疼了。我还有贝拉福啊，就是到了最后他回归了他这样子像智者一般温柔的声线，就是在最后一刻好像就是曾经的他又终于回来了一般，但是最终他要迎来的是自己就定下的对自己的审判吧。最开始这一季刚出场的时候，贝拉福就深得我心，还本来说以为这一季能看到更多他的故事呢。接下来娜娜奇应该要跟利可雷格他们三人终于要重聚了。那这期就到这儿结束了，我们下期再见吧，拜拜。